ミルトンチャンネルです。今日は車中泊仕様の改造を重ねたエブリィの後部座席を取って2名乗車の構造変更をかけてきました。その車検前の映像がこちら。今回はユーザー車検を利用して無事車検合格となりましたが、 12V クーラーや FF ヒーター、木製の天井を外さなくても車検に合格できてめっちゃ嬉しかったです。今回はこれまでずっとやりたかったエブリィの後部座席を外すことにしました。この後部座席の取り外し、座席重量が数十キロ軽くなり、車内空間をより広く使えるようになるので、私にとってかなりメリットが大きいです。ただ、この後部座席の取り外しには注意点があって、座席を取り外した状態で運転してしまうと、乗車定員に対して座席が不足することになり、後部座席に人が乗れる状態を確保していない車とみなされ、車検には落ちてしまいます。また、後部座席を外した状態で万が一事故を起こしてしまうと、自動車保険も下りなくなるケースもあるようです。これらを防ぐために、今回は後部座席を取り払った後、車検を受けて現在の自家用乗用車登録580のナンバーから2名乗車用の自家用貨物登録480へナンバーを変更する必要があります。後部座席を取り外す前に、まずは貨物登録できるようにルーフキャリアを外します。これは継続車検の場合は外す必要はないそうなんですが、今回は車体重量や高さも検査されるので、取り外さなくては受検できません。はい、このルーフキャリアをつけて3年ぐらい経つんですけども、このようにちょっとゴムの部分が車のこの金具の部分に色がついちゃってます。そしてもう一つ、このようにさすがに3年も使っているので、この金具の部分のこの先端の部分も白くなって少し錆びちゃってます。その他は特に大きな錆び等は、この辺りも少し錆びてはいるんですけども、使用に困るような錆びはついていません。そしてこのルーフキャリアのこの部分も、多少ほんの少し錆びてはいます。こんな感じですね。でも3年使ってこのぐらいの傷みようなんで、そういった意味ではこの横山製作所のこのロッキーのルーフキャリアは意外と長持ちする方なのかもしれません。で、本来はこのソーラーパネルをこのルーフキャリアから取り外した方がいいと思うんですけども、ちょっと私めんどくさいので、そのままこの MC4 ケーブルを引き抜いて取り外します。MC4 ケーブルを外せたので、ちょっと本当はいけないと思うんですけども、このまま外したいと思います。重さ的に 7,8 キロなので、なんとかつけたままでも外せました。外した上はこんな感じになってますね。ちょっとこの辺り少し擦れちゃってる感じがあって、ほんの少しやっぱり錆びちゃったりしてますね。私この世田谷ベースカラーというのでこの部分を色を塗っているんですけども、それが軽く剥げて、このように傷というかこんな感じになっちゃってますね。丸2年ずっとここに乗せっぱなしにしてましたので、こんな感じで傷がついちゃってますね。気になる方はルーフキャリア乗せない方がいいと思います。私はもう傷ついてもいいやというような感じでこのように乗せちゃってるんですけども、この部分ほんの少し錆びが出たり色が剥げちゃったりしています。元の車の色は黒の色なんですけども、その黒が見えるぐらいまでこの世田谷ベースカラーが剥げちゃってますね。反対側のこの部分も一緒ですね。同じ感じで軽く錆びついていて、色がほんの少し剥げたりしています。この前の部分もそうですね。前回の車検からずっとつけっぱなしにして運転してますので、こんな感じで車体を傷める感じにはなるようです。はい、板を外してみたんですけども、でこの板 12mm の針葉樹合板を使っていたんですけれども、こんな感じで特にたわんだりすることもなく、3年ほどは問題なく使えていました。ちょっとこういうところに黒いゴムの指示足の跡が残っているんですけども、裏面自体もこれは割れじゃないよね。割れではなくて元からあったこれはひびなんですけども、特にこの板が割れたりすることもなく問題なく使えていました。ちょっとこの横なんかは車体の内張りの部分と擦れていて少し黒くなったりしている部分はあるんですが、表面を見ていただいても3年使ったとは思えないような感じで綺麗に保てていると思います。でこの板の支えに使っていたのはこの1つ300円程度で売られている指示足というこのかさ上げする住宅用の足なんですけれども、
これも3年使った割にはまだまだ使えそうな感じです。そういった意味ではこの施工法そんなに問題なかったんじゃないかなと思っています。こういった板が特に割れたりすることもなく、この足6つぐらいで支えているんですけども、これでバッチリ支えてくれてましたので、この針葉樹合板とこの指示足でのフラット床の施工、耐久性的には全く問題ないと思います。はい、今こんな感じで6つの指示足を外してみたんですけれども、実はこの指示足かなり強力な両面テープが裏に仕込まれているので、両面テープのこの白いカバーのテープが外れてしまった部分は、このように内張りの絨毯の部分がこの両面テープの黒い粘着テープがこのようにこびりついています。これはこういった鉄の部分にもこの指示足の粘着シールがこびりついてしまうので、気になる方はこの部分を紙等で養生して指示足を床面やこの絨毯の内張りの上に置いていただいた方がいいと思います。この粘着シールのこの部分は一度このように絨毯部分についてしまうと取るのが至難の業なので、こういった点は指示足を取り付ける際は気をつけていただいた方がいいかもしれません。車検に関係のない荷物は全て下ろしていきます。はい、私のエブリィはこの部分に FF ヒーターを仕込んでいて、この先端から温風を出していたんですが、このフラット床のこの部分は蝶つがいを使ってこのように折り曲げられるようにしているんですが、特にこの辺りが焦げついたりですとか黒くなったりというようなことにはなっていないようです。なのでやっぱりこの使い方で安全的に問題はなかったと思います。この黒くなっている部分は指示足を乗せているためのゴムの黒い部分ですので、特に問題ないです。はい、で本来はこの FF ヒーターですとかこの灯油管、こういったものの本体を撤去したり、あとはこの 12V クーラーも撤去した方がいいとは思うんですが、こういったものは配線もごちゃごちゃしていますし、後で組み直すのが大変なので、これはこのまま取り付けたまま車検に出してみようと思います。一応車検のルール上ではそれほど重くないものを中に積み込んでいても積載物として見なされるようなので、 FF ヒーターですとかこういった 12V クーラーを取り付けたままでも車検に合格した方がいらっしゃるという情報も聞きましたので、こういった冷暖房器具は取り付けたまま車検に出そうと思います。ソーラーパネルのケーブルや 12V クーラーのケーブル、そして走行充電器等のケーブルは一旦この車体下の空間にそのまま収納します。ソーラーパネルのケーブルは耐候性の結束バンドで留めていたので、これもカットしておきます。 FF ヒーターのコントローラーもこの中に収納しておきます。今回はこのエブリィの座席を2つとも取り払って2名乗車の構造変更をしようと思っていますので、後部座席を 12mm のレンチで外していきます。はい、取り外した車の後部座席なんですけども、この部分にこの板がちょうど乗るような感じで何十日も車中泊したんですけれども、特にこのシートがへたったりすることはありませんでしたので、このフラット床の作り方はシートをそれほど傷めない感じで気軽に取り付け取り外しができることが分かりました。ちょうど年数にして3年から4年ぐらいは使っているんで、このやり方車を傷めることなく使えると思います。後部座席を撤去したことによってこのシートベルトも不要になりますので、これも撤去していきます。シートベルトの取り外しはこの部分の内張りの赤い部分を下に押してこのように取り外して、上のこの部分にもあるので、これは下からこのように押してこのようにすると外れます。この2箇所の赤い固定具さえ外れてくれれば、あとは引っ張るだけで内張りは外れます。内張りが外れたらシートベルトのこの部分を 14mm のレンチで外していきます。取り外したボルトはもう使うことはないんですが、念のため戻しておきました。次にシートベルトの上部のこの部分をマイナスドライバーでこじ開け、この部分も 14mm のレンチで外していきます。続いてシートベルトのこの部分、ここも 14mm のレンチで外します。取り外したシートベルトはこんな感じ、結構重いです。
固定されたボルトはもしかしたら今後使う予定があるかもしれないので、念のため戻しておきました。シートベルトを外し終えたら内張りを戻していきます。この内張りはこの左の3箇所、そして右のこの3箇所、またこの赤い1,2,3,4箇所で止まっています。それに先ほど取ったこの灰色の部分の2箇所、この灰色の部分は最後に戻すことにして、この内張りの戻し方は差し込みさえすれば戻ります。12V クーラーのケーブルを内張りの隙間から引き込んでいるので、サイドポケットに一旦収納し、内張りの赤い固定具に内張りをセットします。反対側も同様に内張りを外してシートベルトを撤去します。シートベルトを外すこの部分がとても硬いので、格安の電動インパクトレンチでこの部分を取り外します。これは上にボタンを押すと緩める方式になっていて、かなり硬いボルトでも緩めることができます。はい、内張りを外したこの部分はこのようにアクリアという住宅用の断熱材を入れて断熱していたんですが、近くで見ていただいてもこのようにカビやその他汚れがつくこともなかったようです。そういった意味ではこの断熱やってよかったと思います。実はこの鉄板の奥にも断熱材を仕込んであるので、そういったところもこちら側が結露しづらい状態にあったのかもしれません。これで後部座席とシートベルトの撤去は完了です。ちなみに後部座席2つ分とシートベルト2つ分、これの総重量は約 36.5 キロ。この重さは米袋2袋弱の軽量化ができるので、トータルで見ると燃費向上にもつながりそうです。また車体下の FF ヒーターの重さが約 3.6 キロ、12V クーラーの重さが約 25.5 キロ、クーラー取り付け時に外したスペアタイヤの重さが約10キロ、先日取り付けた天井板張り収納の重さが約4キロなので、これだけいろんな重量物を取り付けて車体が重くなっているかと思いましたが、今回2名乗車にして構造変更することで何も施工していないデフォルトの状態と比べて 13.4 キロの軽量化になります。また後部座席を取り払った部分を新たな収納スペースとして確保できるので、私にとって2名乗車の構造変更はメリットがとても大きいです。はい、私の車は数々の DIY をやっていて、先日作ったこの天井、こういったところに緩みやガタがないかっていうのをきちんとチェックして向かいます。この板は 7mm でできているので、検査員の方には目視ですぐにこの板が何年素材であることはすぐに分かってもらえると思うんですが、こういった板の部分に緩みがあることで車検に落ちてしまっても嫌なので念入りに確認しました。そして 12V クーラーを取り付けた部分、この部分もビスできっちり留めていて、緩みやガタつき等はないのでおそらく問題ないと思います。このエアコンホースを通した部分はこのようにゴムで養生してあります。そして 12V クーラーのファンやコンプレッサーが入っている部分のボルト止めした部分も緩みがないようにこのようにきっちり増し締めしておきました。このボルト、施工から2年ほど経ってボルトが若干緩んでましたので、もし私と同じ方法で施工された方は定期的に増し締めしておくことをお勧めします。はい、そして車体下のこちらの部分なんですが、この 12V クーラーのこういったところのボルトですとか、そういったものも同じく増し締めしておきました。この部分は特に緩み等はなかったんですが、12V クーラーのコンプレッサーもこのようにボルトで留めていますので、こういったところの錆ですとかボルトの緩み、またこういったステーの腐食や錆等もチェックして問題ないというふうに判断しました。そして車体下につけている FF ヒーターの配管やこのような吸気パイプ、そして排気パイプ等にも緩みやこの部分はちょっと錆が出てるんですけども、これは特に問題はないと思うので、このまま車検を通します。この吸気パイプのこの部分錆びてるんですけども、とりあえず脱落することはないので、とりあえずこれで良しとしています。車検が終わったらこの部分を錆止めスプレー等を塗ってこの辺りを養生しておきたいと思います。はい、それでこういった 12V クーラーのステーですとか、
この端っこの部分にほんの少し錆が浮いていたり、ちょっとこの辺に若干の腐食はあるんですけれども、2年半ほどこれを取り付けて時間が経っているんですけども、それほどひどい錆は見当たりません。そしてこちらの FF ヒーターに至っても、これは取り付けて3年ほど経っているんですけども、特に不具合的なものは見当たらないですね。この吸気パイプの固定するバンドの錆はあるんですけれども、これぐらいで、この辺りもちょっと錆びてはいますけど、緩みやこれが外れたりっていうこともなさそうです。燃料吸気のこのホースも耐油性、耐光性、耐熱性のものに交換していますので、しっかりしてまだまだ使えそうです。固定が外れていなければ車検場は通ると思いますので、この FF ヒーターや 12V クーラーは積載物として取り扱ってもらえると思いますので、このまま車検に持っていきたいと思います。荷室の絨毯シートを戻して、これで車検を受ける準備が完了です。この後、車検場に向かう前に民間の車検予備検査ラインに向かいました。ここではヘッドライトの光軸調整をしてもらいます。この調整をやっていないとかなりの確率で車検に落ちるそうなので、あらかじめヘッドライトの光軸調整をしてもらいます。光軸調整にかかる時間は5分とかかりません。料金は税込み1650円。車検場の近くにはこのような民間の予備検査ラインが数件あります。光軸調整を終えたので車検場に向かいます。今回は発煙筒の期限がもう有効期限切れになっていたので、A 門で電池式の車検対応発煙筒を購入しました。これはこのようにスイッチを押すだけですぐにライトがつくようになっていて、連続8時間点灯、そして防滴仕様 IPX3 相当の製品を購入しました。この製品は電池切れだけは要注意ですが、期限関係なく使えるので、この部分に常備しておきます。そして Amazon でもう一つ最大積載量を記載できるシールも購入しておきました。結構大きめなので個人的には微妙なんですが、これがないと車検に通らないようなので、とりあえず Amazon で先に購入しておきました。車検場内は撮影禁止なので検査している間の映像はないんですが、この後まさかの事態になります。それはボールジョイントダストブーツの損傷によるまさかの車検不合格。昨年8月にオルタネーターを交換してもらった際にメンテナンスしていたので落ちることはないと思っていたのですが、ボールジョイントブーツと呼ばれるピンクの矢印の小さいゴムの部品が損傷していて、1回目の車検が不合格になりました。この後この部分を修理してもらうために車検場近くの整備工場に電話をしますが、どの工場も1週間以上待ちとのことで簡単には直せそうにありません。そこでダメ元でスズキのディーラーに電話すると2営業日後に修理してもらえることになりました。これは私にとってかなりの驚きで、これまでカスタムした車をディーラーに持ち込むと入庫拒否されるとのネット情報をたくさん見ていたので、まさか修理してもらえるとは思いませんでした。修理後にディーラーのスタッフの方に詳しく話を聞くと、不正改造したスズキ車の修理はしませんが、法令の範囲内の改造で私の車のような 12V クーラーや FF ヒーター、内装をいじったような車なら問題なく修理してもらえるとのこと。またこの後ご紹介する法定12ヶ月点検も受けてもらえると教えていただきました。法定12ヶ月点検とは1年に一度故障や不具合がないかをチェックし、快適に運転をできるか確認する点検項目で、この点検受けなくても法律上の罰則はありませんが、点検自体は9000円程度で受けることができます。点検項目は図のように26項目にわたるようです。私のようにユーザー車検に落ちてしまうと、当日までに治らない場合は再度別日に一から受検し直しとなり、受検料も追加で2300円かかるので、時間もお金ももったいないです。その点、ユーザー車検の前に12ヶ月点検を終えておけば安心して車検に挑めますので、次の車検時には法定点検を受けて車検を受けようと思います。この後車検には無事合格し、ナンバーを交付してもらいました。今回の車検にかかった費用は、スズキのディーラーで行ってもらったロアアームブーツ交換の 12,760 円を除くと、走行距離約14万キロのエブリィで自動車重量税8800円、ナンバーの交付手数料1470円、ユーザー車検の検査手数料2300円、
自賠責保険の保険料17,540円、これに工軸調整の1,650円を加えると、私のように車検に落ちなければ3290円で構造変更の車検を通すことができます。これは一般的な軽自動車の車検費用が5万円から8万円ということを考えると、ユーザー車検で通す方が多少費用を抑えられそうです。最後に車検場を出る前に自動車保険の手続きも電話で行いました。私の契約しているセゾンの大人の自動車保険はネットで構造変更の手続きをできないので、電話で契約切り替えの連絡をする必要があります。保険の年間契約料は24,570円。今回構造変更をかけたことで150円プラスに料金を払いました。保険の変更手続きは15分程度で完了しますので、契約変更の完了を待って検査場を後にしました。今回は1回目の車検で一度不合格になりましたが、最終的には問題なく構造変更できて本当に良かったです。今後はこの後部座席のなくなった部分に DIY を加えて、もっと快適に車中泊できるように工夫していこうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。